私は平安時代の囲碁女子、麦わらの囲碁道。いつものように囲碁を楽しんでいたところ、黒っぽい陰陽師が対局を申し込んできた。よし私頑張っちゃうぞ。読むのに夢中になっていた私は、背後から近づく、もう一人の陰陽師に気づかなかった。その陰陽師に怪しげな術をかけられた私は、目が覚めると。声がおっさんになっていた。私が生きているのが分かれば、また陰陽師は現れ、周りの人間にも被害が及ぶ。姿を隠すことにした私は、それでも囲碁を諦めることができず、インターネットで囲碁を教えることにした。明日はどっちだ。声が低くても頭脳は同じ。平安生まれの囲碁乙女。その名は囲碁道お兄さん。ゲットオーバー。はじめまして、私の名前は囲碁道。このチャンネルでは皆さんに目外しの使い方をお伝えしていく動画を作成する予定です。目外しなんですが、目外しっていうのは本当に勉強しにくい弱点でして、プロが打たない、結果アマチュアもほとんど打たないと。その結果、本なんかも少なくてですね、教えてくれる人もなかなかいないという状況で、私も目外しを勉強していくのは本当に苦労しました。なんで、これから目外しを勉強したいっていう人も、さぞ苦労するだろうという思いましてですね、誰も教えてくれないんだったらもう私が教えてしまえということで、今回は動画を作ることにいたしました。ということで、早速ですが、第0回、今回のテーマは、目外しってどういう着点という内容になります。目外しの紹介ですね。目外しに興味はあるんだけど、勉強する方法がなかったという人はですね、良ければ見ていっていただければ幸いです。さて、では、目外しについて早速説明していきます。目外しなんですが、こちら、3の5、もしくはこの5の3の点。これを目外しと呼んでいます。見てわかる通りですね、この目外し、少し離れていてですね、どちらの目外しにするかということで、ちょっとこの手の意味は、変わってくることになります。例えばこちらの目外しであれば、上辺、この目外しの近寄っている方ですね、に影響力が強いですし、こちらの目外しであれば、右辺に強い影響力を持っているということになります。なんで、今のように何もなければいいんですけども、周りに相手の石や自分の石がある場合は、どちらの目外しにするか、こちらにするのか、こちらにするのかを選択するのが非常に重要になるということですね。そして、目外しなんですが、目外しはですね、小目や星ですとか、よく打たれる他の着点に比べると、地には甘くなりがちですね。ちょっと実利が少なくなりがちな着点ということになります。例えば、小目ですとか、三々ですとか、こういったところに打たれた場合ですね、基本的には隅の陣地というものは相手に明け渡す分かれになりますね。なので、目外し打つ人なんですけども、厚みでも打てるよという人の方が、目外しは使いやすいんじゃないかなと思います。また、目外しですが、相手がかかってこなかった場合ですね、小目に打てばこの小ゲイマ締まりに戻ることができます。なんでさっきちょっと厚みに、どっちかというと厚み寄りの着点だっていう話をしたんですけども、状況によっては相手の打ち方によっては締まりに戻ってですね、実利で打てるよという碁にすることも可能ということですね。変幻自在なところが目外しの面白いところではあります。またその変幻自在という意味ではですね、目外しですが、この小ゲイマ締まり以外にも、この高目に締まる高締まりですとか、こちら、外していく変則の締まりですとか、一見に締まるですとか、こういったいろんな締まり方があります。なので状況によってこういった様々な締まりを選べるというところも目外しの面白いところと言えるかなと思います。はい、で、目外し、今紹介したような感じなんですけども、ここからですね、また目外しですね、を勉強する利点ですね、強みというところと、どんな人に目外しが向いているかというところも、簡単にお話ししていきたいと思います。まず目外しの強みですね。この最も大きなところなんですが、これはまず目外しは、誰も勉強していないというところに尽きると思います。ちょっと変な話なんですけどね。はい。現代ではですね、隅の着点というのは、この星や小目というのが圧倒的に多いです。ほとんどの人がこちらのどちらかを打ってくる。そのためですね、一定以上の記録になれば、星ですとか、ごめんなさい、星ですとか、小目ですとかの定石っていうのはみんな勉強してるんですね。では、目外しはどうかというとですね、目外しはプロの対局でも滅多に出てこない。で、アマチュアでも打ってくる人はほとんどいないと。で、詳しく勉強している人となるともっと少ないということになります。これはつまりですね、目外しをしっかり勉強して習得してしまえばですね、
この木外しの周辺では一方的に有利に戦えるということになります。相手は木外しを知らないけども、自分は木外しをよく知っていると。定石通りに進んでも互角だし、相手が間違えたり、妥協して安全な手を打ってくるっていうことであれば、有利に立ち回ることができるということですね。そんなのずるいと思うかもしれませんけども、やっぱり木外しを使う上で、この自分がよく知っている、相手は知らないということは非常に重要な点、木外しを打つ、すごいメリットと言えると思います。実際に私はですね、初段になるから、野口8段ぐらいになるまで、ずっと木外しばっかり打ってきたんですけども、この有段者でもですね、やっぱり木外しというのは結構間違えてしまうことが多いんですよね。例えば野狐の6段や7段の高段者でも、やっぱり定石を間違えて、ちょっと不利な別れになってしまったりっていうケースは非常に多いです。なんで、この木外しを使いこなせばですね、自分より格上の相手にですね、この木外しの有利を使って勝つことも夢じゃないかなと思います。そしてですね、この木外し、どんな人が木外しに向いているかということですね、もう話していきたいと思います。で木外しなんですが、先ほどもちょっとお話ししましたが、厚みでも打てる人の方がもう木外しは向いていると思います。先ほどお話ししましたけども、小目ですとか、三々とかに打たれた場合にですね、基本的に隅の陣地は相手に明け渡すことになりますので、どうしても自分の隅は自分の陣にしたいという方は、ちょっと木外しの運用というのは難しくなってくるかもしれないですね。そういう方は、より実利に偏ったですね、小目だとか、三々だとか、そういう着点で打った方がいいんじゃないかなと私は思います。そしてですね、木外しなんですが、他の人と、違うことがしたいと、他の人と違うことをするのが楽しいという人は木外しに向いていると思います。先ほどもちらっとお話ししましたけど、木外しの勉強というのはなかなか難しいんですよね。定石とか使い方を教えてくれる書籍というのはほとんどないですし、プロの寄付もほとんどないと。で、最近の本やプロの寄付となると、なおさら少なくなってきます。そうね、非常に勉強しにくい着点と言えますね。そしてですね、星や小目の勉強というのはですね、現代碁を打っていく中で、どちらにせよしなきゃならないんですね。皆さんが木外しを打つとなっても、結局相手が星や小目を打ってきますんで、星や小目の勉強は必須になります。なんで、木外し使いっていうのはですね、星や小目、この必須の勉強に加えて、自分が打つ木外しも勉強しなきゃならないということです。なんで、木外しは勉強しにくい上に、人よりいっぱい勉強しなきゃならないという、木外しを打つ人は勉強しなきゃならないということになると思います。なんで、茨の道と言えなくもないんですよね。そんな不遇な状況でも、木外しを勉強し続けるにはですね、多少の情熱というか、パッションというか、動機が必要になると思うんですよね。なんで、木外しの勉強は大変そうだけど、みんなが使えない木外しを習得するのは楽しいと。そういう楽しめる人はですね、木外しにとても向いているんじゃないかなと思います。で、実際にそうやって苦労して木外しを使えるようになった先でね、木外しが非常に有効な戦法、手段になるっていうことは私が保証できます。相手のその体勢を崩すというか、なんというか存在しているだけで相手の心を乱すというかね、そういう不思議な力が実際木外しにはあると思います。こんな感じですね。今回の木外しの説明としてはこんな感じになるんですけども、最後にですね、今後、この動画ですね、チャンネルというか、木外し講座の流れについて、ご説明したいと思います。基本的には、このチャンネルではですね、毎回一つずつ木外しの定石を紹介していく予定です。覚えてすぐにですね、実践で使えるようにですね、まず最初は木外しのかかり方それぞれですね、いくつかかかり方があるんですけども、相手のかかってくる方法ですね。それぞれについて、一つ定石をご紹介していきたいと思います。実際には例えば小目、高目、木外しに外してかかる方法、そして三々に入ってくる方法なんかがありますので、これらの4つのかかり方について一つずつ、定石を紹介していこうと思っています。その後はどんどんですね、おすすめの定石ですとか、例えば方向を変えるための定石ですとか、いろいろ紹介していきたいなと考えています。で、記念すべき、最初ですね、第1回なんですが、木外しの中でも一番基本的な定石ですね。小目にかかってきた相手に対して、桂馬掛けをする定石。この桂馬掛け定石を、次回は紹介する予定となっております。それでは本日の内容は以上となります。最後まで見ていただいた方はありがとうございます。よければ、第1回桂馬掛け定石の回でまたお会いしましょう。
それでは、息災と友愛と再会を。